どうも、弁天クルーのタイガです。この動画をですね、見ていただいている方にちょっと一つ教えていただきたいことがあるんですけど、あなたにとって忘れられないスニーカーはありますかということでございます。これどういうことかというと、例えばね、抽選に参加したりとか、このコロナ禍の前はですね、並びがあったわけなんですけど、並びに参加したけど、実際問題買うことができなかったっていうようなスニーカーが結構たくさんあると思います。で、買えなかったけど、やっぱり後からじわじわ来てるとか、リセールマーケットでね、値段がポンと跳ね上がっちゃって、もうどうしても手に入れることが今現状できないっていうようなスニーカーですね。例えば、オフホワイトとのジョーダン1とかですね。これなんかはね、誰もが欲しがる、羨むようなスニーカーだと思います。こういったね、忘れられないというか、いつかは手に入れたいな、みたいなスニーカーが多分ね、皆さん絶対あると思うんですよ。で、そういったのをね、ぜひよかったらコメント欄の方で、教えていただけたらと思います。で、実はね、僕も2足そういうスニーカーがありまして、まず1足はですね、ナイキとエロルソン・ヒューさん率いるアクロニウムとのコラボレーションモデル、ルナフォース1でございます。これがね、やっぱりいつか欲しいなと思ってるスニーカーです。このサイドジップ、つけただけっちゃつけただけなんですけど、そこを変えただけでフォース1からガラッと変わっちゃうスニーカーって、多分これ以外ないと思うんですよね。これがやっぱり欲しいなと常々、思っております。で、もう一足、実はあるんですね。それをね、今回、もうここにあるんですけど、ちょっと、もういいかと思って、買っちゃいました。実は先月誕生日だったっていうのもあって、もう買っちゃおうかっていうので、買いました。今回ね、海外のゴートさんで、買いました。久しぶり、4年5年ぶりぐらいにね、ゴートさんを利用しました。今回早速見ていきましょう。オネのピンクボックスのナイキ SB でございます。多分これ2004年後半ぐらいからピンクに変わっていったと思うんですけど、ちょっとあんまり詳しく僕もわかんないんですよね。ちょっとぜひ一度教えていただきたいところなんですが、よいしょ。ナイキ SB ダンクロー TRD クイックストライクのブラックピジョンでございます。ほい。ということで、こちらのスニーカーでございます。とりあえずもうさっくりと買いましたというご報告でございます。もう3年前のスニーカーです。2017年に発売されたスニーカーです。で、ある種、これの前の方がですね、伝説的一足なんで、ご存知の方も多いと思います。こちらのダンクのコラボレーション先がステープルデザインというところでございます。日本でいう藤原宏さんのフラグメントデザインみたいな感じの、ニューヨークのデザイン会社でございます。オーナーはジェフ・ステイプルさんです。ルーツはもともと中国の方でして、これがナイキとのダンクのコラボで第2弾になるんですが、第3弾では、去年出たんですが、中国の、パンダをね、ちょっとデザインソースに取り入れた、ピジョンダンクも発売されております。で、こちらの方が、97年にステイプルデザインを立ち上げられて、その後ですね、ステイプルピジョンというストリートファッションのブランドであるとか、ニューヨークのオーチャードストリートにあるのかな、リードスペースという、有名なセレクトショップとか、少しラグジュアリーなエクストラバターというセレクトショップも運営されている方です。そちらの方とのコラボレーションモデルとなっております。その第1弾に関してなんですが、これは本当に伝説的一足。もう今リセールマーケットだとどれぐらいするんだろう。多分数百万ぐらいするんじゃないかなと思いますが、2005年にピジョンダンクが発売されたんですけど、ご存知の方結構多いと思いますが、ある種暴徒化したお客さんが流れ込んで、警察まで動き出すような事態となったという伝説的一足でございます。202足発売されまして、そのうちの30足がですね、シリアルナンバー入りで発売されました。そのね、202足を求めてお客さんがもう暴徒化しちゃった
という一足でございます。景観がね、出てきて、最終的には購入できたお客さんは、店の裏口からタクシー乗り場に案内されたりとか、あと一応、ニューヨークタイムズの方では、1人か2人のお客さんに関しては、警官がそのまんまパトカーで家まで送っていったっていうお話も残っております。それぐらい伝説的一足から、12年後の2017年に、こちらのね、ほとんどオールブラックの形で発売されました。今のね、ダンクブームというか、スニーカーヘッズとしてここまで熱がぐっと上がったのも、だいたい2005年ぐらい、そのピジョンダンクが発売されて、ぐぐっと来たかなというイメージですし、こちらが発売された2017年頃も、人気はかなりあったんですが、今のダンクブームを作ったっていうのは結構僕の中ではその去年発売されたパンダのピジョンダンクですね。ここからだんだんぐっとダンクブームが来たんじゃないかなと思っております。その第2弾のスニーカーです。で、これ僕どういうところが好きかっていうと、やっぱりなんだかんだ言っても黒系のスニーカーが結構好きなんでしょうね。ほとんどがね、黒で、赤成分もね、かなり抑えられてるっていうところ。あと何よりアッパーのこのね、ピジョンのマーク、刺繍っていうのが、かなり僕的にはツボでしたね。この2017年当時、スニーカーズの抽選にも落ちましたし、実際並びにも行ってるんですけど、結局買えずというスニーカーとなっております。だからね、3年間結構思い焦がれてたっていうのが正直なところなんですが、今年の頭ぐらいからかな、結構値段がボーンと跳ね上がったんで、もうどうしようかなと思ってたんですけど、もうついに手を出してしまいました。ベラベラ喋ってもね、あまり良くないんで、とりあえずディティール見ていきましょう。もうね、届いて早速結構履いちゃってるんで、本当に申し訳ないんですけど、アウトソールこのような感じとなっております。アウトソールに関しては、新しい型のダンク SB のソールとなっております。2パーツ使い分けられてるのと、スリットっていうのかなが通常のダンクより多く入ってるものになります。これは多分デッキの上での摩擦抵抗を大きくするためだと思います。ミッドソールはブラック、アッパーも基本的にはブラックとなっております。で、トーボックスのあたりとか、スーシュやクォーター、あとかかとのあたりっていうのは、これはね、レザーが使われております。で、結構ね、他の YouTuber さんもスムースレザーとかって言ってるんですけど、なんとなく質感がね、わかるかな？ちょっとラバーっぽいんですよね。スムースレザーという、つるっとした感じではなく、ちょっと変わった加工してるなと思ってたんですけど、海外のスニーカーサイトで調べてみたら、これウォータープルーフレザーらしいです。ちょっとした防水加工が施されてるような、結構マットな質感のレザーが使われてます。トーガードのあたりとか、スタビライザーのあたりですね。このあたりに関してはかなり上質なヌバックが使われてます。だから同色なんですけど、マテリアル違いで結構雰囲気が違ってくるスニーカーになってますね。で、何よりも特徴的なのがピジョンのマークですね。ニューヨークの平和の象徴として使われているピジョンなんですが、ジェフ・ステイプルさんの、ステイプルデザインのマークであったりとか、ステイプルピジョンのロゴマークが、ピジョン、鳩なんで、このスニーカーにもこちらがあしらわれております。その他ね、端のあたり、今文字もね、黒で書いてあるんですけど、数種だけね、赤なんですよね。この辺もかなり凝ってるかなと思います。かかとのあたりにはナイキのロゴマークも刺繍で、入っております。インソールに関しても、SB 独特のズームエアが入ったタイプとなってます。かなりふかふかしたタイプですね。で、面白いのが柄がね、足裏をかたどったのがプリントされてます。これも確か往年のデザインです。今はね、確かナイキ SB のロゴとズームエアが入ってるだけだったかなとなってるので、これもね、ちょっと新旧の融合というか、古いものへオマージュした形となっております。だからね、アウトソールの部分とか、あと中ね、かかとの部分にね、クッションが入ってるんですけど、こういったところは新しいダンク SB を模してるんですけど、
ボックスがピンクであるとか、さっきのインソールの柄であるとか、あとかなりの厚タン仕様。今もね、SB 厚タンのもの全然あるんですけど、ここまで厚タンっていうのは、多分今あんまりないんじゃないかなと思います。これも昔へのオマージュ、新旧の融合という形になるんじゃないかなと思います。じゃあ最後、軽く履いてみましょう。さあ、履いてみました。やっぱりスニーカーが黒なんで、ある程度ちょっとオールブラック系で洋服もまとめた方がいいかなと思ったんで、今回は、デッキーズの874の黒を履いてみました。よっこいしょ。いや、いいですね。履き心地は通常のダンク SB かなっていう感じです。今回ちょっと価格の問題もあったのと、出品も僕のマイサイズ 25.5 がなかったんで、26をチョイスしました。SB に関してはやっぱり厚タンの効果とかかとのクッションが入ってるんで、全然26でもいいかなと思います。僕の場合はなんで、ちょっとね難しいところではあるんですが、僕は全然26でもいいかなと思います。若干ゆとりがあるかなっていうぐらいです。でもジャストはジャストですね。はい。ここのねピジョンのマークがいい感じかなと思います。で、ハトってね足が赤いんで、アウトソールに関してもこういう赤が使われてるということですね。一応シューレースがですね、よいしょ、こんな感じで赤のものも付属してるんですけど、多分もう考え抜かれた上で、極力赤成分を抑えめで配置してると思うので、僕はこの黒のシューレースでいきたいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、ナイキ SB のダンクロブラックピジョンちょっと取り上げてみました。もうスニーカー自体は3年前のスニーカーなんで、興味ない人は全然興味ないし、全く需要がないような動画だとは思うんですけど、最初にも言った通り、見ていただいた方でコメント欄で、実はこういうスニーカーをずっと追いかけてるんだよとか、このスニーカーがね、本当は欲しいんです。いつか買おうと思ってるんですっていうようなのがあれば、ちょっと議論というか、ぜひぜひ教えていただけたらなと思います。今現状皆さんがどういうスニーカーが興味を持ってるかっていうのが僕にとってはかなり興味がある事柄なんで、僕友達が本当に少ないんで、周りにこういうスニーカーの話をねできる相手がいないんで、ぜひコメント欄で視聴者の方とセッションしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はこれを買ったよという動画でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.